お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はパスタをやろうかなと思うんですけど、最近ね、でかい鍋でグワングワンに混ぜるシリーズのパスタをめっちゃやってたと思うんですけど、久しぶりにね、レシピをみんなに公開して、一人前のレシピをですよ。公開してみんなにも作ってもらえるようなパスタの動画をまたやろうかなと思ってまして、冬なのでね、温まるこってりしたパスタを今日は3種類やっていきたいなと思います。それでは早速作っていきましょう。見てね。はい、ということでまず一皿目はこちら、超濃厚カルボナーラです。それでは早速いただきます。一番濃厚なとこからいきたいと思います。卵チーズ、いや、ど濃厚ですね、こりゃ。ゴテゴテです。このぼってりしたパスタがね、苦手ですっていう人はちょっとあれなんですけど、好きな方にはたまらなくなってると思います。これ結構ね、質問でいただくんですけど、パルメザンをね、とろけるチーズとかに変えてもいいですかって。塩分が全然違うんですよ。なので、とろけるチーズを代用する場合は、お塩を足してもらわないと味が薄くなっちゃうと思います。塩分調整気をつけてねっていう感じです。私は今回ブロッコリーのシャキッと感を残したかったので最後にね加えたんですけど、トロントロンにしてもソースの中に混ぜちゃいたい場合は最初からパスタと一緒に煮込んでしまっても OK です。お、ちょっと火が入りすぎて、ちょっとこれ火が入りすぎてますね。美味しいね。
はい、完食です。めちゃくちゃ濃厚です。卵黄をすごくたっぷり入れたカルボナーラなので、ごってごてです。最初にね、ベーコンがカリッとするまで炒めると、より本格的なカルボナーラっぽくなるかなと思います。次はですね、トマトのスープパスタいきたいと思います。はい、ということで次は特大のスープパスタです。トマトクリームスープパスタ。最後に基本のトマトソースを加えるので簡単にね、トマトクリームにできます。それでは早速いただきます。うわ、濃厚。思わずすすりたくなっちゃうよね。めっちゃいいね。ピリ辛です。辛いの苦手な人はね、全然唐辛子なくてもいいと思います。うまっ。こっち。熱かった。美味しいでも。最初にオイルを結構たっぷり使うので、体にいいオイルを使うといいんじゃないかなと思いますが。はい、カロリーでございます。油分をね、減らすと、もうちょっとあっさりした感じになるかなと思います。スープパスタなので、オイル半分くらい減らしても多分大丈夫。チャウダーのようなスープがめちゃくちゃ美味しいです。これパルメザン倍にして唐辛子と基本のトマトソースとケチャップ入れなかったらチャウダーな感じになります。塩でね、味整えてください。
あはい、なくなりました。食べたなーっていう食べ応えがあります。ニンニクは入れたんですけど、そんなにニンニクがブワッと香るほどの量は入れてなくて、シーフードとかのね、臭み消しになる程度のニンニクの量になっているので、そんなにニンニクはしていません。かなり旨味がしっかりしたクリームスパゲッティ、クリームスープクリーム、トマトスープクリーム、クリームとトマトのスープスパゲッティ的な旨味たっぷりで作れたんじゃないかなと思います。ということで、最後もこってりパスタいきたいと思います。はい、ということで最後はかぼちゃクリームのパスタです。冷凍のかぼちゃでね、簡単に作っています。それではいただきます。ちょっと細めのパスタなので茹で時間が半分くらいですね。うまっ。こってりです。もったりしてます。かぼちゃの皮はね、気になる人は取ってもいいと思うんですけど、私はあんまり気にならないので入れちゃって、このつぶつぶな感じになってます。なんかほどけてる。美味しいね。下りにしたかぼちゃもめっちゃ甘いです。もうかぼちゃポタージュのような。今日作ったのは1人前 100g パスタ使うんで、まあまあしっかり量ある上にだいぶこってりなので食べ応えがすごいあると思います。カロリーも結構あります。こってりが食べたいぞーっていう時にぜひ。ちょっとね、パルメザンチーズだけは結構贅沢な食材を使うんですけど、あとはバターとかもほとんど使わないし、生クリーム使わないので割とリーズナブルなんじゃないかなと思います。身近な食材でできるだけ作るみたいなのが結構モットーなので、ぜひ再現してもらえたらなと思います。玉ねぎがやたらみずみずしいです。
今回ね冷凍のかぼちゃを使ったので解凍して入れるだけだったんですけど、生のかぼちゃを使う場合はね、レンジで一回ホクホクになるまで温めといてから入れるとトロトロに溶けます。いいかちょっと無理そうだな。まあまあ入った私よくレシピにさ、塩適量みたいなの書くじゃん。イメージ的にね、お塩をちょっとずつ足していくとどっかで素材の味がグワッってね、一番感じられるようになるタイミングがあるんですよ。だいたい全体重量の 0.8 から 1% ぐらいの間の塩分らしいんですけど、ただそんなのね、 0.8% は何グラムだから塩これぐらい入れてとか測るのしんどいじゃん。おつまみ2つまみとかでね、味を確かめていって自分の好みのね塩分の濃度っていうのを見つけてもらえたらなと思います。はい、完食です。ごちそうさまでした。美味しかった。卵白がいっぱい余ったので、いつものように卵白スープ。たくさんパルメザンと胡椒をかけて、またパンチの効いた感じにしています。卵白スープはね、夜遅とかでも罪悪感なくタンパク質が摂取できる、先ほどまでの食べ物とは対極なる食べ物みたいな、なんかそんな感じですが、カルボナーラがね、今回最強にこってりしたパスタだったかなという感じなんですけど、カルボナーラ食べた翌日はね、この卵白スープでカロリーのバランスを取れば大丈夫だと思うという感じで、バランスよく。今日のパスタはどれも牛乳をしっかり使うパスタになってるので、牛乳ね飲むのは苦手だけど、パスタでねソースになってるとあんまり牛乳臭さとか感じないかなと思うので、ぜひ牛乳が苦手な子供っちがいるお母さんとかにも作ってもらえたらいいなと思います。なくなりました。今日のパスタはですね、豆乳でも作れるとは思うんですけど、やっぱり豆乳はねちょっと分離しやすいので、若干ビジュアルとあと舌触りが良くなくなっちゃうかなと思いますが、豆乳の方がいいなという方は豆乳で作ってみてもらっても良いかなと思います。次は豆乳クリーム系のパスタやってみようかな。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。豆乳クリームもずっとそういえばやんなきゃなと思ってたんだけど、なんでか牛乳にいっちゃうんだよな。豆乳のパスタ、豆乳をやろう。やろう。メモに書いとこうね。